いけなかったジョンです。というわけでね、今日はね、クランリーグ最終日やっていこうかなと思います。一通りね、見たんですけど、今回結構いいアタックも多かったんでね、最終日は結構多めにね、ここまでよりは多めに取っていこうかなと思います。早速やっていきましょう。さあ、星さんから見ていこうと思います。ドラゴン編成がね、今回3本かなあったんで、3本連続でまずはドラゴンから入っていこうかなと思います。ロイちゃん削りに命かかってるからね、この編成は。序盤のこの削りでどこまでどれぐらい削れるか。今回ね、結構フェニックス型採用してることが多かったんですけど、フォックス採用で入ってきましたね。この辺何を違いで、何基準にやってんだろうね。強援軍処理できんの強え。ストライカーとかを、これフォックスだけ、じゃない、ロイヤルチャンピオンのオーラダメージだけで処理しつつ、インビジブル隠すことでこのアイゴレ引っ張り、これでロイヤルチャンピオン関係ないところに持っていくことができましたと。この辺のあれがめちゃくちゃうまいよね、ほんと。で、ロイヤルチャンピオンが見えなくなってるので、その隙に援軍処理ができるみたいなこのシステムを同時並行でやるのがかなりうまい。かなり富士下からぐる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 歩いてまいりましたが、中央までやってきました、ここから。この動きでここまで来るんかという。で、ロイちゃん中央能力なんですけど、トルネボムにやられて、ちょっとね、レイジもかかってるところなんで、できるだけね、攻撃回数稼ぎたかったところなんだけど、残念ながらあまり多くは削れませんでしたが、とはいえこの中心部ね、爆ハドすぎるね、これは。そこからドラゴンパート一直線スタート、10日弊社外周と。いや、マジで超削れた、これは。えぐい。えぐすぎる。ここでクイーンが2本折りかな、対空。ちょっとずれたか。とはいえだね。やばいね、これ。で、ここまでしっかりトームを温存してるので、相手の攻撃に合わせてトーム打って、罠とかも結構固まってますよね。ストライカーもしっかり添えてトーム打ってたようです。相手のクイーン処理した、キング処理した後に、ガゴプリの方まで余力でストライカーとか向かってくれて、すごいね、これ。スパガゴがやってきました。龍炎砲をロングショット突破。余裕すぎる。ここで能力解放ですが、ちょっとやや外目に入りましたね。バルキリーベビで裏側、ウィズトーンにケアして、ロイヤルチャンピオンの方がね、内側でタゲ取れてるからね。いや、強すぎるね、これ。バーサス。さあ、水さん、ドラゴン編成ですね。ずっとルートライダーの通常型をやってたんですけど、ここで、なんと、ドラゴン編成に最終日にて変更というところで、ここはシューターがぶっ刺さりそうなところ、テスラもしっかりチェックしてからシューター刺していきます。さあ、下から、クイーンのジャイアントアローを飛ばしつつ、アングリージェリーついてる形ですね。で、ベビドラサイドカットも入れることで、ロイヤルチャンピオンを内側へ持ってきたいという流れなんですが、ちょっとインビジブル使ってしまう。これハードモードでもこの削り結構見たんだけど、結構全然違うね、削り量が。ノーマルモードだとやっぱ、クイーンがすげえ伸びるな。で、中心ヘイスト薬。これスケルトン気づけてるかな、シューター行ったの。気づけてなさそう。アーチャーも迎えましたね。これでようやくアーチャーを展開したことによって、アーチャーが来てくれてよかったね、これは。気づいてなさそう。さあ、インビジブル、ここもちょっと外していってからのインビジブル。これね、忙しいからね、だいぶ、いろいろ、発散が異常っていう。それでもだいぶ伸びたね、これね。さあ、ここで、ロイヤルチャンピオンパートが収まったんですけど、すでにここで 50% を超えていると。えぐい。ここからドラゴンパートスタート。この編成僕も初めてこの前ね、ちょっとメンバーさんにこのドラゴン編成やってるんでちょっとやり方アドバイスとかあったらお願いしますって言われた。
アタックを、まあ、同じような形でね、前回なってなかったところなぞるっていう形でやってみたんだけど、あまりにもねちょっと、まあ、全然前回だったんだけど、ちょっと初めてやったら意外と感覚も違うし、忙しくてで、やっぱ難しいポイントがね、通常のルートライダーの初手のフォックス型と、この今回はフォックスなんだけど、フェニックス型とこのインビジブル11枚っていう余力のあるインビジブルとの配分で考えたときに、やっぱ考えてることだったりが変わってくるな、みたいなのをやってみて思いましたね。あとは、回収しての全開で、これは刺さる入りでしたね。リンカーンさんも同じような形です。ロイヤルチャンピオンスタート。いいですね、このテスラスキップ。マジで大事こういうの。攻撃する必要がないからね、あれマジで。で、現れたところ、しっかりインビジブル。ここで外周迫撃を切るようなサイドカット用を出したんですけど、ガゴプリに釣られて動きましたが、しっかり目的の方向へ進んではくれたかな。これでフォックス消えたんでね、この辺気をつけていきたい。 HP 管理。インビジブルかけ続けて、もう一度しっかりね、これ姿見えない形を取るといいですね。下側アーチャー展開してアーチャー引っ張りましたね。いい形。ここも若干見えたところストライカーを処理して、むしろ見せる方が強いまであるな、これ。素晴らしいね。で、ここでちょっと悩みの止まり。マジでわかる、これ。止まっちゃうんだよな。おっさんとかも流れるようにもうすでに他のユニット出てるんだけど、止まっちゃうよな。さあ、援軍ポイズンプラス、ドラゴン突撃艦スタート。しっかりと思わせてタウンホールの方向へ。でタウンホールはレイジトームで突破していきますと。いいですね、これ。バルーン採用っていうのも空に対応する防衛施設が少ないので、かなりバルーンが伸びてます。やっぱタウンホールバックがなくなるとこういったバルーンっていうのもね、突撃艦合わせて強いですね。で、ここしっかりジャイアントアロー対空砲2本折り。これマジで大事ですね。めちゃくちゃいい。まだガゴプリ手元に残してたんですけど、ここピンポイント。相手のマルチアーチャーターのところを刺してきました。対空砲がね、壊れる前に撃てればまっすぐ飛んだんですけど、ちょっとタイミングが悪かったので、ガゴプリの能力はつかず。これなんだと。メガゴも全部それたのか。なんだって、そりゃそうなんだけど、パンツが発動してないから。あとは数でご利用していくんだけど、上に流れたドラゴン部隊も相当生きてるし、初手で中央ガン削りしたのが決まってますね。ドラゴン編成全員しっかり決めての前回ガーサス。さあ、続けてルートライダー見ていきましょう。ラピュタさん。まずはくじ削りから。これもみんなうまいな、やっぱ。さあ、ちょっと迫撃が外ね、怖かったところ、しっかりここはインビジブルで隠して、今、ちょうだんよね。だから、大砲とかはバルーン刺してもいいのかなって思ったり。さあ、ここ、援軍全部釣り切ってからのロイヤルチャンピオン回収で援軍を寄せていってのタイタン処理。タイタンを連れてくることでね、ポイズンの呪文をなくそうみたいなところもできますね。僕もその形に切り替えて今、ポイズンは積んでません、ルートライダー編成。
で、クイーンが外周流れた時用にしっかり穴開けもしつつ、中央突破。いい流れで入り込めてるかな。キングはどこから来たこれ。外か。クイーンサポートに使ってますね。で、ちょっと多分ね、これはね、完全にタイミングを逸してるんですけど、多分トームが打てることを忘れてるか、打ったつもりでいるんだと思うんだよね、これ。めっちゃね、トームポイント何個かあったんで、トーム打てればなってタイミングがあったんですけど、ちょっと打てておらず、まあそうなっちゃったことに気づいたので、ここで打っていくと。しっかりね、シングル IT とかがオーバーグローで解けてから刺していくと。トーム中央はね、いい感じのタイミングでね、打てればね、より強かったんじゃないかなって感じなんですけど、それなくてもね、かなり余力のあるアタックになってて、ルート作りから非常に良かったかなと。トームなくてこの余力だからね。バーサス。さあ続けてもマックさん、ランチャー型だと思いますが、はい、ランチャー型ですね。やっぱランチャーを刺さる配置を選ぶっていうところで、インビジブルタワー刺さりやすいですね。インビジブルタワーって、インビジブルを解除してしまえば、レイジタワーやポイズンタワーと比べてね、キリキですから。まずはロイちゃん削り入れていきます。ここで回収。角度変えてクイーンサイドカットからキング展開。そしてランチャーと繋いでいきます。ジャイアントでしっかり相手のクイーンのタゲとかもね、取って、で、投石のタゲは次のターゲットのアイゴレ。この辺のね、このワンジャイアントの価値結構でかいんだよな。で、インビジブルタワーでしっかり、発動させてからクエイク使うことで穴開けも入れていくと。ちょっとキング内側入って欲しかった気味のあれなんですけど、入ってくれず。ランチャー短期でタウンホールの方に突っ込む形にはなりましたが、オーバーグローでサポートしていきます、ここ。ポイズンからのレイジーエティでタウンホールを見に行きます。ちょっとね、こいつらが残ってると、イエティだけで怪しくもなるかもしれないっていうところだったので、しっかり合わせていく。うまいっすね。で、トムも合わせていく。かなり強い、これ。ランチャー型もちょっとやってみたくなった。ランチャーいいな。結構脳死で、大体10日弊社でいいっしょっつって10日弊社型選択しちゃうんだけど、ランチャー型かなり強そう。HGM 採用ってところでヒーリングトームじゃないんだよね。ヒーローパートでだいぶ削れるっていうところもあるとは思うんですけど。ツーサイドの作りもうまいですね。あとは、もろもろ解放していっての全開ガーサス。いや、これかなり綺麗ですね。さあ、美味しそうな名前のすき焼きさん。すき焼き美味しいっすよね。さあ、まずは12時削り。アメリカ住んでる方なんで、ちょっとあんまりアメリカとかじゃすき焼き食べれなくて、食べたすぎて名前つけちゃったかな。インビジブルつけていきまして、ここでフィニッシュ。反対サイド、10日クイーン展開で、真ん中タウンホールのところから一気にルートライダーという流れですね。ドルイドも出している。ドルイドじゃなかった。スーパーバーバリアンがドルイドの顔してるだけだった。めっちゃ立ち位置遠距離っぽかったね、今。タウンホールアイゴレのところフリーズで先にタウンホール壊したいというイメージですかね。でこれでもう、スケイン部のみ細かい呪文は残っていて、クイーンが内側入っていきました。ちょっとこの辺あれかな。クイーンの出し位置初手とかね、内側寄ってたのとサイドカッターがなかったので、
ここら辺もね、スーパーバーバリアンサポートあれば内側入れれたんだけど、外周流れてしまいます。ただ、この中央突破のこれ強いね。あとはスケルトン1枚のみというところを、もうここからはもうゴリ押していくしかないね、余力で。キングも能力残ってるところ。回収、そうだね。ちょっとこういったところはね、テスラはバネトラップ警戒するといいかもしれない。まあ、迫撃壊したやつが余力で2体飛んだって感じだったんだけど、警戒して1体だけ出して様子見てっていうのが良いかな。さあ、ここいいですね。クイーンのターゲットが、今フロスティがやられたんだけど、次入らないように第1クロスの竹をスケルトンでロック。今のタイミングです。非常に良かったかな。であとは一応、キングもね、まだ能力残ってるんで、まあ、完全真逆からですけど、サッカーボールを飛ばすだけのキングの能力を解放しても良いかな。金庫壊してからのサッカーボールサポート。うん、素晴らしい。あとはルートライダーが道作っての全開です。バーサス。あんまりね、うまくなかったんですけど、ルートライダーのまんまの流れで自分のアタックも見ていきましょう。6時削りから、ギアタワーとかもありますね。はい。オーラダメージ入れる意味では、ここ隠してこっちに歩かせた方が本当は良かったかなって感じなんですけど。で内側入って、トルネボム食らって、ああ、だるいだるいって思いながらもう一回打って、宝石までいけたらいいなって感じなんですけど。はい。ギリギリですが、なんとか回収することができました。破壊からの回収間に合ったね。アイゴリがバネで飛んでって、タイタンヒーラーからスタート。ここから本体展開して、クイーンでね、ジャイアントアロー結構ぶっ飛ばして、かなりの施設壊すことができたかなっていう流れですね。エアスイーパーも壊してるんで、ヒーラーも逆風を食らいづらいというところで、あとは、まあ、クイーンのためのウォールブレーカーも一応つけて、中央トム。ちょっと左に流されかけてたっていうところもあって、うん。で、あとはシングライティ、クイーンへの被弾をサポートするのと、マルチアーチャーターの竹とかも分散できればなーってところですね。で、奥進んでいって頑張れーって流れです。ロイちゃんがね、やっぱ HP ギリギリで回収になったので、能力吐かされちゃいますね。あの状況だと、一瞬で。まあ、ぐるぐる回ってもらって。まあ、この辺フリーズってこの龍炎砲、無理くりね、壊していってもいいなとは思ったんですけど、まあ、呪文もたくさんあるからそれでよかったね。ルートライダーの攻撃でね、たかが知れてるんですけど、ルートライダーが被弾受けない場所だったので、ずっと、まあ、龍炎砲をフリーズかけてよかったかな。まあ、呪文残しといてもって感じなので。で、どうせこういうなんか無駄なフリーズ打つぐらいならって感じなので。はい。多分レイジフリーズは援軍でもらったやつだから打ってないですね。さあ、ニャラメ見ていきましょう。今月はね、ニャラメにマジで助けてもらいましたね。レイディスターとデヒモノリスから入るからね。モノリスクロスというところから入るので。テスラと対空砲があったところなので、ロケバルスタート。これかなり綺麗に外周部も、ボーデンのための、できてますね。インビジブルからファイヤーボール、ジモンターのところ、いい削り。まあ、これで実質このボムはね、無視することができるようになりました。でこのクロスボウさえ折っちゃえば、シューターが安全そう。まあ、迫撃もあるんだけど。
で、反対サイドこのタイミングで、キングで竹取りつつ、イエティストライカーという処理。うまいっすね。おー、テスラ見えて危な、それ。さあ、ウォーデンここでリターンしていきました。で、援軍がキングの方向かったところなんですけど、そこをしっかりポイズン合わせて、3時から。シューターの方は迫撃打って、シングル打ってくれてるんでって感じかな。打ってくれて壊れそうなので、そのまま無視。これかなりうまいっすよね。キングもまだ能力残ってるし。ここで能力解放していきます。で、ウォールブレーカーつけてクイーンのところ、レイジまで乗っけていく。うまい。ユニコーンついてるからね、ここ回復量上げていくっていうところもありつつ、今ユニコーンの採用率もかなり低いですからね。昔じゃ考えられない。さあ、ここロケバルロイちゃんというスタート切って、そこにレイジまでかけていって、相手のヒーローを潰しつつ進んでいく。さあ、ロケスピ型なので、ここで能力解放して遠距離攻撃を入れていきます。しかも、ウォーデンのレイジも乗ったか。で、裏から残ったバルーンやら、ガーゴイルやらを大量展開してのフィニッシュですね。いやー、これもいい崩しですね。綺麗なアタック。これで終わろうかなと思います。もう一本ニャロメ見て終了。6時オデヒースタートから、この辺の内側の強そうな防衛施設たちをぶっ飛ばしていくと。オデヒーリターンというところなので、インビジブルでね、結構隠して中央っていうような感じではないって感じかな。さあ、隣はイエティロイちゃんという削りが入りました。ウォーデンのためのサイドカットも兼ねてるのか、これは。さあ、ファイヤーボール、クエイク、潰し、ロイヤルチャンピオン誘導がされていって、ここはインビジブルまで。援軍引っ張っていって、ロイヤルチャンピオンのロケットスピアしっかり入れていく。ここはロイちゃんは使い捨てでしたね。で、ウォーデンをかなり火力高くなっちゃったところですが、押し切っていく。いいですね。ナイス回収。反対サイド、キングからのランチャー使ってクイーンかな、そしたら。おでひでこのまま9時の方に流して、反対3時からキングクイーンランチャー。ってなると12時が残るんですけど、単体施設なので、そこはロケバルで突破しようという流れかな。こっちはクイーンで見て、反対サイドはロケバルで見てって感じで、ちょっと厄介なのがこの辺のヒーローとポイズンタワーとかになってくるかな。なのでそっちをおでひ頑張ってプランかな。クイーン能力解放からレイジまで乗っけて相手のヒーローを処理しつつ、ランチャーに合わせてストライカー。いいですね。ガコプリの処理はね、かなり厄介ですからね。さあ、上ロケバル、まず対空砲を潰すような形で入って、モノリスですね、やっぱり。ここはロケバルで狙わなきゃいけないところなので、トラップ解除のロケバルしっかり通りつつ、本体ロケバルがちょこちょこ合流していきます。いいね、ナイス。で、中央もイエティが突破してくれたところ、あとは裏の、このね、終点のこの辺っていうところを、呪文とか使いつつ、余ったユニット全部っぱで押していくような形。一応フリーズあるんですけど、結局打つ羽目になりましたね。もう一個前の段階で打っても方が良かったかもしれないけど、援軍用のフリーズなんで残せればって感じだったかな。これでフィニッシュがアーサス。はい、というわけでね、ちょっと最終日なんで多めに紹介しましたが、いいアタック多かったですね。ドラゴンラッシュが始まったり、ルートライダーが入ったり、基本環境的にはそこの2強かなっていうところで、プラスで、うちのメンバーだと、ニャロメがオデヒーファイボールを打ってて、
ひろやさんがスパネクやってたかなって感じですかね。はい。というわけで今月もこれで終わりで終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。